本当にいいんですか？大丈夫ですか？何言ってるんだ。君がいなくても何も困らない。そうですか。わかりました。ニヤニヤと笑いながら俺をクビにする上司を横目に、俺は会社から去った。どうせすぐに俺の言葉の意味がわかるだろう。まあいい。それまで家でゆっくりするか。俺は国枝、とある会社でサラリーマンをしている。中堅と呼ばれる立場になり、上から仕事は降ってくるし、後輩の指導もしなければいけないので、何かと忙しい毎日を送っている。幸いなことに、職場の人間関係にも恵まれていたので、充実した毎日を送っていた。そう、三河課長が異動してくるまでは。三河課長は部下に仕事を押し付けたり、気に入らない社員を追い詰めて辞めさせたりしたことがあると噂で聞いていた。しかし決定的な証拠に乏しく、何かしらの処分が下されたことは一度もないらしい。実は重役の親戚だからお咎めなしなんてことも聞いたが、とにかく厄介な人が上司になったものだと思っていた。三河課長は異動してくると、まず部下たちに自分の仕事を割り振り始めたんだ。君はこれを集計して報告書にまとめといて。ああ、私の名前でコメントも入れといてくれる？ですが、これは私の権限では。そんなの言わなきゃわかんないでしょ。上には私が提出するんだから、何の問題もないから大丈夫。同僚の榊も本来なら課長クラスが作成しなければいけない報告書を押し付けられて困っていた。しかも課長は堂々と自分が作ったことにするなんて言っていて呆れてしまった。部下たちに無理やり仕事を押し付けた課長は俺のところにもやってきた。そして俺には小声で周りに聞こえないよう、国枝くん、君には貸金庫の管理をしてもらう。と言ったのだ。そう言われて俺は困惑した。貸金庫の管理はその秘匿性から一定の役職以上がすると会社内で決められている。俺が管理していることがもしバレてしまったら、課長だけでなく俺も処分を受けることになってしまうだろう。そんな規律違反の片棒は担ぎたくない。俺の表情から何を考えているのか読み取った課長は、心配しなくても大丈夫だよ。君が言わなければ誰にもバレない。君が言わなければ、な、と耳打ちしてきた。貸金庫の中には公にできない重要な契約書だったり、社外には絶対に漏らしたくないような契約の書類が保管されている。そのようなものを扱うのは主任クラスである俺には荷が重い。さすがに僕のような立場の者が管理していては、そう反論しようとすると、課長は俺のことを蔑んだような目で見ながら、下っ端はおとなしく上司の指示に従っていればいいんだよ。と凍えながらも口調を荒げて詰めてきた。そんな課長の様子に俺は従うしかなかったんだ。課長から貸金庫のパスワードを引き継いで、俺はまずそのパスワードを変更することにした。まあ貸金庫の取り扱いについての書類を見ても、引き継いだらまずはパスワードを変更することと書いてあったしな。そして誰にもパスワードを漏らさないこと。パスワードを他の人に引き継いだら、引き継がれた方はすぐに変更すること。なるほどな。あくまで一人で管理する感じみたいだ。それ以外、俺の場合は特に課長から仕事を押し付けられることはなかったが、社員によってはかなりの仕事を丸投げされているらしく、かの雰囲気はすさんでいた。忙しそうに仕事をし、毎日のように残業する羽目になっている部下を見ても、三河課長は何とも思わないらしい。昼間はコーヒーを飲みながらスマホを眺め、よく席を外れてどこかに行ってしまっていた。そして定時になると、残業もほどほどにしてよ、
私が人事に叱られるんだからね。と笑いながら帰ってしまうのだ。国枝、三河課長に押し付けられる仕事の量がすごいんだけど。榊はもともと抱えていた案件で手一杯のところに、課長が作成する報告書まで押し付けられ、やつれていた。俺、まだ手が空いているから手伝うよ。ありがとう。今週ずっと終電近くまで残業しててさ、本当はちょっと体調が悪くて病院行きたかったんだけどな。それなら明日行ってこいよ、半休取ってさ。でも課長からこれ明日までって言われてるんだ。そんなの本来なら課長がやるやつだから、体調悪いのに無理してやることなんてない。だから気にしないで病院行ってこいよ。課長には俺からも言っておくから。榊はチャラそうに見えて責任感が強いから、課長から押し付けられた仕事も手を抜かずにやっていたのだろう。でも明らかに顔色も悪いし心配だった。悪いな、ありがとう。しかし次の日出勤してきた課長にそれを伝えに行くと、ちょっと国枝くん、榊くんには今日中にやってもらわないといけない仕事があるんだから休ませられないよ、と言われた。ですが榊は体調が悪いので病院に、榊くんなら休みの連絡もらったけど今日は出勤してもらうように言ったから、ほんと勝手なことしないでほしいよ。そんな、あまりに自分勝手な言い草に俺は絶句してしまった。するとちょうどその時、榊が息を切らしながら出勤してきたんだ。申し訳ありません課長。榊くんも体調不良なんて自己管理ができてないんじゃないの？そんなんじゃ社会人失格だよ。課長は榊にいたわりの言葉をかけるでもなく、見下したようにそう言い放った。榊は走ってきたとはいえ、かなり呼吸が荒く、見るからにフラフラとしていたのに。そんな課長に俺は心底腹が立った。自分が部下に仕事を押し付けていることは棚に上げ、部下の体調不良も取り合わない。社会人失格なのはどっちだ？榊は残業が続いて体調を崩しているんです。そうか、もっと効率のいい働き方をしないといけないな。そうすれば定時で帰れるんじゃないか、私みたいにな。その言葉に俺はキレてしまった。課長が定時で帰ることができているのは、榊たち部下に仕事を押し付けているからでしょ。榊たちが残業しているのは課長の仕事を代わりにやっているからですよ。なんだと？本当のことですよね。課長は仕事をしていないんですから定時で帰れて当然でしょ。みんなの前で図星をつかれた課長は真っ赤な顔で俺のことを睨みつけていた。榊、いいから病院に行ってこいよ。ひどい顔色だぞ。でもいいから誰か榊にタクシー呼んでやってくれ。榊は後輩に支えられながらフロアから出て行った。それだけ体調が悪かったのだろう。とてもじゃないが仕事ができるような状態ではなかった。勝手なことをするな。課長は声を荒げたが、俺も負けてはいなかった。榊が倒れたら、三河課長、あなたのせいですよ。何を言っているんだ君は。部下が体調が悪いと言っているのに無理やり仕事をさせようとして、課長が自分の仕事をすればいいだけなのに。君たちにも経験を積ませてあげようと思って仕事を任せたんだ。そんなこともわからないのか。三河課長が言っていることはめちゃくちゃで話にならない。俺は意を決して、そうおっしゃるのなら私にも考えがありますと言った。考えって、一体どんな高尚な考えがあるのやら。三河課長の仕事は私たちが代わりにしていること、そのせいで残業時間が超過していることを人事に伝えます。なんだって？人事からは残業時間が多すぎると注意を受けていますからね。でも課長が私たちに仕事を押し付けている限り残業せざるを得ません。それは君たちの仕事の能力が低いからだろう。そう思っていらっしゃるのならそれで結構です。私は人事に伝えますので。
俺の言葉を聞いた課長は顔を引きつらせながら俺を睨みつけていた。一か八か、これで課長が自分の仕事をしてくれるようになればいいと思ったんだ。でも俺の考えは甘かった。課長はいきなり笑い出した。私を脅そうなんて100年早いよ、国枝君。脅してなどいません。本当のことを述べたまでです。君は私の立場を知らないようだな。この会社の専務は私の叔父なんだよ。こう言えばいくら君でも理解できるだろ。課長が重役と親戚関係にあるというのは本当のことだったようだ。そしてそれを俺にちらつかせ、人事に行っても無駄だということをほのめかしてきた。縁故があること自体は悪いとは思わないが、それを盾にしようとする三河課長に対しては軽蔑する気持ちしか湧いてこなかった。そうですか。それが何か関係ありますか。俺がその気持ちを隠すことなくそう言い放つと、課長は顔を真っ赤にして、君なんてクビだ、クビ。私の権限でクビにしてやる。とわめき出した。周囲も俺と課長のやりとりを聞いてざわざわしている。そんな中では虚勢を張るしかないのか、課長はかなり過激なことを言っていた。即刻クビだ。今すぐ会社から出て行け。いいんですか、そんなことをおっしゃっても。だからクビだと言っているだろう。目障りだ。早く出て行け。俺はあることに気づき、課長に何度も確認したが、課長は意思を変えることはなさそうだ。出入り口ドアの方を指さして、早く出て行けと怒鳴っている。俺は一息ついて最終確認をした。本当にいいんですか？大丈夫ですか？何言っているんだ。君がいなくても何も困ることはない。そうですか。わかりました。課長が俺がいなくて困ることがないと言うなら結構。俺は荷物を簡単にまとめて会社から去った。あとは人事とやり取りして退職手続きをすればいい。しかし課長は重要なことを忘れているようだった。それに気づいていればあることをするべきだとわかるはずなのに。部下に仕事を押し付けすぎて自分の仕事を忘れてしまっているなんて。案の定次の日になって三河課長から何度も着信があった。もちろん俺は電話に出るつもりはない。すると榊から電話があった。おい国枝、聞いたぞ。お前会社を辞めるのか？まあ課長にクビって言われたからな。それより体調はもういいのか？ああ、ストレス性胃炎だって言われたよ。っていうか俺のことはいいよ。課長がお前に連絡が取れないって騒いでるぞ。そりゃあクビになったし、もう課長とは話すことはないからな。なんかすごい焦ってて、パスワードがなんとかとか言っているみたいだけど、ほっとけばいいのか？ああ、いいよ。やっぱり思った通りだった。三河課長は俺に管理を押し付けた貸金庫のパスワードがわからなくて困っているのだろう。貸金庫に保管されている書類は頻繁に動かすことはないのだが、近々必要になって貸金庫を開けなければいけないだろうと予想していた。予想していたよりは早かったけど。当然貸金庫の管理は課長がすることになっているから、上から貸金庫を開けるよう指示があったんだろう。今まではそういう時に逐一パスワードを課長に伝えていた。もちろん課長は自分が管理しているなんて意識は全くないから、パスワードを覚える気なんてなくて、俺に毎回聞いていたよ。きっとパスワードを思い出せずに困っているんだろう。本来なら課長以外がパスワードを知っているのは規律違反になるから、俺しかパスワードを知らないとは言えないはず。もしパスワードがわからなくなっても開けられないことはないが、この場合は手続きにかなり時間がかかる。
榊との電話を切った後も課長からは何度も着信があった。そのまま無視していると、また榊から電話がかかってきた。国枝くん、なんで電話に出ないんだ。電話の向こうから聞こえたのは、なんと三河課長の声だった。三河課長、どうされたんですか。どうもこうも、貸金庫を開けるように言われて、パスワードぐらい引き継いでくれ。で、パスワードはなんだ。パスワードなんでしょう。おい、ふざけるのもいい加減にしろ。あと5分で銀行に向かわなければいけないんだぞ。俺はクビになったのでもう関係ありませんから。それに所定の手続きをすれば開けてもらえると思いますよ。だからそれじゃ間に合わないんだ。俺は課長にパスワードを教えることなく電話を切った。その後も電話がかかってきたものの無視し、ゆっくりと会社へ向かった。俺がフロアに入ると三河課長が掴みかかる勢いで近づいてきた。一体どういうつもりなんだ。どうしたのかね、三河課長。なんと課長の叔父である立川専務がそこにいたんだ。いや、貸金庫のパスワードを引き継いでおらず申し訳ありませんでした。僕が管理を任されていたというのに。俺が専務にもはっきり聞こえるようにそう言うと、専務はギロリと課長を睨んだ。どういうことだ。貸金庫のパスワードはその重要性から課長以上の役職者が管理すると決まっているはずだが。それは主任の国枝です。パスワードは僕が管理していました。下を向き小さくなっている課長に専務は、お前はなんていうことを。上の者がこれでは示しがつかん。人事からもいろいろ聞いて確かめようと思ったが、その必要はないな。と言い放った。パスワードはこれです。では僕は昨日課長権限でクビにすると言われたので、これで失礼します。なんだって。そうですよね課長。そんなことは断じてありえん。国枝君だったか。本当にすまない。クビというのはなかったことにしてくれないか。ありがとうございます。三河課長、私と人事で聞き取りをするからこっちに来い。課長は専務に引っ張られ、すごすごとついていった。よかったなあ国枝。実は課長が変わってから残業がかなり多いことや、課長が自分で作ったはずの報告書も把握していないことに人事が気づいててさ、聞き取り調査が入っていたらしいんだ。そうなのか。で、俺のストレス性胃炎がダメ押しだったのか、人事が早急に課長からも聞き取りをするってことになったみたいなんだよ。榊曰く、そこにたまたま専務が貸金庫を開けてほしいと課長のところに来たけど、パスワードがわからない課長はしどろもどろで、不審に思った専務が問い詰めている最中だったということだ。結局今まで仕事を部下に押し付けていた課長は規律違反していたこともあって、下請け会社に出向することになった。しかも役職も降格になり、将来本社に戻ってこれるかどうかもわからないという。専務は確かに課長の叔父だったが、身内だからといって甘い処分にするわけではなく、むしろ厳しい処分になったのだ。本来の業務量に戻ったことで、無茶苦茶な残業をすることもなくなり、課の雰囲気も良くなった。榊のストレス性胃炎も解放に向かっているという。俺だけでなく、誰かがもっと早く人事に相談していれば解決していたかもしれない。理不尽なことにはしっかりと声を上げていくのも、時には必要なことだと痛感した。